売上が上がる AI 活用小坂井チャンネルスマートエイト代表の小坂井です。このチャンネルでは売上が上がる AI 活用について具体的な方法をお伝えいたします。ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。今回のテーマはクロードコードで実演 AI 社員の作り方になります。AI 社員とか AI 経営とか言いますけど、どう作っていくのかデモしながらお伝えしていけたらなと思っております。AI 社員っていうのは何でも判断してくれる AI ではなくて、特定の業務に対して役割とか手順とか判断基準を持たせた AI エージェントっていうことになります。今日は分かりやすくリサーチ業務っていうのをもとにご説明させていただきます。まず普通に AI へリサーチを依頼するとどうなるかです。例えば生成 AI 研修の市場について調べてくださいと依頼すると AI はそれっぽく回答してくれます。ただここに問題があります。毎回依頼する内容っていうところを書かないといけないっていうことであったり、調査観点がある時は良かったりある時は悪くなったりって形でブレていったりします。そういった毎回工数がかかっていったり抜け漏れがあるみたいなところが都度都度依頼する時のデメリットになります。普通の AI 活用の中では毎回人間が優秀な発注者になっていかないといけないっていうところが面倒な部分でした。一方で AI 社員っていうところを作っていくとですね、毎回プロンプトを頑張るっていう形ではなくて、リサーチの進め方そのものを AI 側に持たせることができます。調べてと投げるだけでなく、調査設計を AI 側が事前に学ばせておくからやってくれたり、ファクトチェックをしてくれたり、最終的にレポート出力までやってくれるようになります。ここが AI 社員を作る大きなメリットになります。リサーチ AI 社員を作ると具体的に何が変わるのか、そこについてお話しいたします。まず依頼が楽になります。〇〇について調べてっていうふうに依頼するだけでも、リサーチ AI が依頼内容をしっかり読み取って設計書を作って確認してくれます。そうすることによって調査の質が上がるっていうところがもう一点の良い部分。そしてリサーチしたものが抜け漏れがあったりとかハルシネーションという嘘を起こしてないのかをチェックするみたいなところも自動的にやってくれる。そういったことが AI 社員を作るだけで変わるっていうところが大きなメリットになります。 AI 社員をどう作っていけばいいかっていうところです。プロンプトも大事なんですけども、業務をしっかり分解してあげることが一番大事かなと思っております。リサーチ業務って言っても質の良いリサーチをするには何をそもそも明らかにしたいんだっけっていうところの調査設計を作らせること、そして調査を実行し、観点の抜け漏れがないかをレビューしたりとか、ファクトチェックっていう形で事実として本当に正しいことを言っているのかっていうところをチェックする。そして最終的にレポート化するみたいな形で、業務をしっかり分解してあげることがクオリティアップの一個のポイントですし、AI 社員作りのポイントになってます。クロードコードでリサーチ社員が動いていくのかをデモできたらと思っております。これはリサーチをチームを組まして、ユーザーがこういうのを調べてって依頼したら、リサーチエージェントが調査設計書を作ります。そこからですね、人間が調査設計書が問題ないのかを確認した上で、リサーチ設計書に書かれていた論点をですね、各リサーチエージェントが役割を分けながら複数体が同時にリサーチを実行します。そして最終的にリサーチの内容を整理し、ファクトチェック、観点の抜け漏れがないかっていうチェックをして、レポートを最終的に出力するっていう流れです。試しに実行してみます。クロードコードでリサーチのチームを立ち上げて AI 社員にリサーチを実行してもらおうと思います。事前に用意してあったリサーチのプロンプトを入れてます。内容としては自社で利用可能な AI ツールについて業務ごとの使い分けも整理するために使い分け表を作ってもらうような依頼文になっています。今設計書が出来上がっています。最終的なアウトプットを聞かれているので PDF でと指示します。早見表もつけるという形で AI に指示させます。今リサーチの設計が終わって各論点ごとにリサーチエージェントが並列起動をさせています。実際のエージェントの中身もお見せできればと思います。リサーチ担当はこんなような形で、ゴールっていうところは戦略策定との前提との調査設計に基づいて情報を整理すると。初期仮説っていうところを批判的に検証し、意思決定に必要なファクトベースを構築すると。調査設計、情報収集、仮説検証というのが責任範囲ですと。完了基準としては調査設計においては大論点が参考、背景目的が設計されているっていうところと、大論点であったりとかがしっかり記載されている内容を入れております。エージェントに大事なのは役割をしっかり定義してあげることと、達成基準、ゴールをしっかり作ってあげることが大事と言われています。具体的な手順とかに関してはスキルとかに定義してあげることが多いです。クロードコードのタブを開けばまた別のセッションが開けるので、待ってる間に別のことができます。どれぐらい待つとかって
目安あったりするんですか？どんぐらいのクオリティを求めるかによって変わります。簡単なリサーチだともっと早く済むし、しっかりリサーチしてファクトチェックとかまで完成させる場合は時間かかったりしますし、ディープリサーチ、チャット GPT でやられた時にめちゃくちゃ時間かかったりされると思うので、どんぐらいのクオリティとか、どんぐらいの URL を見に行かせたいかとか、その内容によっても結構スピード感は変わるかなと思います。待ち時間は普段はどういうことをされるんですか？基本的には AI を複数起動させてます。別の仕事を AI に頼んでます。今はファクトチェックまで進んでおります。こんなような形で主張が誤っている部分があったので修正をしております。今やっているレベルのリサーチをさせるのは、クロードのどのプランなら大丈夫とかあるんですか？月$20のプランで全然問題なく使えます。今開かれたやつを言うと、使い分けガイドみたいなところを作ってくれます。単純に同じプロンプトリサーチスカットがない状態でやると、先ほどのハルシネーションが起きたりであったりとか、こういった PDF までは作れなかったりはするので、事前に定義しておくだけでクオリティがアップしますという形で、毎回プロンプトをしっかり指示しなくても、一度こういうリサーチの AI 社員を作ってチームで実行させるような形を設ければ、業務に扱えるようなクオリティのアウトプットをしてくれるようになります。同じリサーチ依頼でもですね、AI 社員がいる状態とそうじゃない状態ではアウトプットのクオリティが変わりますし、毎回しっかりプロンプトを書いてみたいな依頼をしなくても、ある程度 AI 社員側が背景とかを読み込んでくれる。我々側はしっかり目的とかを伝えてあげるっていう風に役割がシフトするような形です。クロードコードでどうやって社員を作っていくのかって話になるんですけども、先ほどのようにまずは業務を分解していく。例えば記事を作るんだったら、まずキーワードを決めるとか、それぞれの業務で細かく分解していくとステップがあって、体制図って言ってますけど、どう分けるのかを AI と相談しながら考えていく。そして役割ごとにゴールとかを指定してあげた上で、どういう内容を入力してあげる必要があるのか、あるいは先ほどの設計書であれば論点を3つから5つまで記載してくださいみたいな形でプロンプトを書いていく。そこを AI 側のエージェントであったりスキル側に入り込んでいく。そしてまず動かしてみる。まず業務を分解しながら AI の社員を作っていって実行してみながらだんだん改善していく。やってみてクオリティがちょっと違うなって部分をどんどん AI と相談しながら AI 社員自体も育てていく。このフローの中でクオリティが高いものができたら、その会社であったりその人にとって資産になるので、より使える AI 社員を作っていくっていうことがプロセスを経てできるようになっていきます。詳しくエージェントとして DOD と言われる完了基準だったり、どういった責任を持つエージェントなのか、スキルをどう書いていけばよいのかっていうところに関しては、弊社の研修の中でも詳しくお伝えできますので、ぜひ概要欄の方からご興味ある方はお問い合わせください。本日はありがとうございました。